チェンバーボーン。汚水専用の貯水槽を完成させ新たに立体農園の建設を開始した我らがビーバー。限界傾斜に近いジップラインを繋いだクレーンを設置、足場は用意した、上からぶん投げて工事を完遂するのだとその前に柱一本で空中に水がある場合、もしかしたら下は緑地化されんと思い、珍しくマップエディターを使い実験。結果やっぱり空中にあるだけじゃダメだった。貯水槽の四隅に柱があればそこの周りは緑地化されるが、空中にあるだけじゃさすがにダメ。以上、立体農園や水道橋で緑地化する仕組みは、柱の位置が肝であるという再確認でした。さあビーバーたちよ、上から土砂をぶん投げて、まずは支柱を作るぞ。20キロ米袋サイズの土砂を軽々片手で運ぶムキムキビーバー。前回編集中に気づいたフロアを支える突出部無駄に多いじゃんの件で、不要な支えを解体。上のフロア建設で使う資材が足りるかは微妙なライン。解体した資材はスタッフが迅速かつ適切に再利用しました。ビーバー、それは自然を愛する地球の再生者。地面の汚染のシミを消すのにコメント欄で汚染防壁使ってあげて、とリクエストいただいたので着手。なおここはそのうち土砂で埋めてさらに上から緑地化しようかなとも考えております。そして汚染防壁と間違えて防水フロアの建設指示を出すのがうちのレイムさんだ。はぁ？毛がビーバーが増えても対応できるように野戦病棟を設置。怪我しやすい危険な職場がフル稼働。2階層目が完成。こちらにはメープルを植林します。水没して枯れると森番の詰め所立て直しになるから地下での植林はやめた方がいいぞ。そん時考えるよ。適当だな。さあ植林しつつ3階層目工事開始だー。ビーバー、ずらー。仲間のお尻の匂いを嗅ぎながら資材を運ぶのが彼らのお仕事。時には頭がお尻にめり込む過酷な職場環境である。ビーバー界ではよくある光景。誰だこんなところに防水フロア張ったのは、汚水シミで撮るやないか。いやお前だろ。そうでした。無駄工事させてごめん、ここ汚染防壁で作り直して。つかここの汚染防いでも何か植えるわけじゃないからそもそもが無駄工事。いいじゃん綺麗になるじゃん。野戦病棟完成。これで安心して怪我できるね。汚染防壁の内側の埋め立て予定地を垣根で隠してるのず。立体農場建設でも土砂の在庫が少ないから、ここの緑地化は余裕ができるまでお預けだな。ここらでちょろっと立体農場のフロアの鉄骨フレームをご紹介。基本は突出部合互い違いに間隔を空けて配置した感じ。端っこ一箇所だけは土砂ブロックを横に伸ばす関係で突出ブロックが採用されております。さあ我が精鋭たちよ、キリキリ働けー。ビーバー、ずらー。建設作業員多すぎでさすがに建材の減りがやばいよ。これだけのビーバーが一斉に工事したらまあそうなるわな。ビーバー運輸本社周りの汚染のシミ除去が無事完了。地味に足裏とか痛めそうな見た目だったけど、これで安心して仕事してもらえるな。意味はないけど近所の山を爆破指示。おまわりさん、ここに爆弾魔がいます。いやただの爆薬の在庫処理だよ。こりゃさすがに土砂の生産量を増やさざるを得ないと思い増築を考えるも、動力不足なことが発覚。そういやここ地熱エンジン1機だけで他とは繋がってないんだったな。ぶっちゃけ途中まで工事して忘れておった。おい。ではこんな感じでオナシャース。シャフトの延長工事を行い動力を一元化だ。これで重力バッテリーも使えて安心。では土砂採掘機立てまーし。なお設計に不備あり、ここで気づいた君は名探偵だ。え？さほど気にしてなかったけど動力もちょい節約のため、水位が下がらないと汚水の自動汲み上げが動かないように自動化。換気以外は汚水出てるから上のバルブから流れてて自動汲み上げ意味ねえんだわ。やったー、特に意味はねえ。だけど爆破は最高だぜ。倉庫を圧迫してた不要在庫が減ってこれで工場が動くぜ。あ、一箇所見落としてた。今回も爪が甘いビーバー脳であった。メープルの植林が終わったので、森番の詰所を樹液取りの小屋に建て替え。着実に立体農場の工事は進む。柱の位置に対して農地の横幅が左右対称じゃない。なんか気持ち悪い。なんでこんな設計にしたんだっけ？確かになんかキモい。思い出した。私突出部を節約するために支柱として A を使う工法を思いついて試そうとしてたんだった。人忘れによる施工発注ミス。支柱として A を使うならダブルロッチだけでもいけそう。まあそこまで資材困窮してないし、見た目と機能を兼ね備えた設計もいいな。そして設計しててふと気づく。前回最後に製材所に建て替えたはずなのに建て替わってない。録画してたくせにセーブをミスってた残念の。まあ板足りてたから問題あるね。おい。
そして家の支柱工法を模索してた残念能の親方、なぜかそれを放棄し通常の改装追加工事を始めた。そう、急に来たしつこい訪問販売の対応をしている間に何をやってたか忘れてしまったのだ。1週間で4回目、セールスと宗教勧誘、撮影中に来るのほんと迷惑。そんなわけでセールス宗教お断りのステッカーを作成してコンビニで印刷してたので動画の投稿が遅れました。という新しい感じの投稿遅れの言い訳でした。おっと次はお水期が来る模様。土砂の在庫がなくなってるぞ。このサイクル中に農場完成は厳しいかな？土砂がないと工事が進まぬ。作付け面積は減っちゃうけどおしゃれのためのフェンスでもつけてもらいましょ。土砂採掘機増産まだできんのか。って土台の足場に届かなくて建設できんのかーい。自分でミスっておきながらイキリ散らすおばさん。おばさん言うな。ワンチャン立体農場1サイクルで完成できるかと思ってたけど薄い気4日か。さすがにこのサイズの建築だと1サイクルじゃ工期が足らんぜ。工事は6層目まで到達し、これ以上は上からぶん投げ工法が使えないので足場を撤去。次で最上階だ。そして気づいてしまう、最上階は水生農場にするつもりだったのに土砂ブロックの高さ制限に引っかかっていることに。ブロックでも水は貯められるが植物は育てらんねえ。すまないビーバー、このフロアを一段下げる、爆破して作り直してくれー。ただでさえ土砂不足なのにほぼワンフロア全部破壊することになろうとは。まあ追加の土砂採掘も始まったし気長にやろうぜ。悲しみの設計ミス、吹き飛べ作ることは難しい、しかし壊すことは一瞬だ。鉄骨部分から作り直さなきゃだよ。土砂ブロックの最高高度は20、限界切りを狙うときは要注意だぜ。ビーバー建築基準法に準拠した設計を心がけます。で最上階を水生農場にするにあたり、水を上に運ぶ仕組みが必要。放水場でもいいけど大規模に作りたいので、自動汲み上げポンプで上まで汲む準備を開始。無論ノズルの長さが全然足りてない。そこをなんとかするのが職人技の見せ所だよ。こりゃまた繊細な調整が必要な工事になりそうだ。いのー、ちの水。立体農園の修正工事だけでほとんど終わったお水域だった。このサイクルで立体農園を完成させるぞー。爆破で気持ちを奮い立たせ観光を誓う親方。ごめん、フェンス作ってもらったけど、やっぱ垣根で作り直して。すまんなビーバー、垣根を200建設するって実績があるんだ。で続いて自動汲み上げポンプの設計。今回は珍しく金属の足場掛け棒を採用してみました。金属足場掛け棒は鉄90も使うからコスト重いんだよな。こんな感じでおなしゃーす。組み上げポンプ4機体制、これは動力バカ食いしそう。工事は安定の上からぶん投げ工法、一旦最上部のポンプは外します。動力問題も気になったので大きな風車を追加で左右に設置。ビーバー、ずらー。5日間ほどで無事完成。なおここだけ小さい風車と間違えてる。ああ？気づいた君は名探偵だ。いのー、ちの水。土砂ブロックの支柱を伝わり、無事下の階層もすべて緑地として使えるようになった。これにて立体農場完成。いやお前何か忘れてないか？ふわ？そうです家を支柱にして追加のブロック設置です。畜生何が〇〇社の方から来ましただ。名刺出させたらお前代理店の人間じゃねえか。そんな怒りに満ちた匠の渾身の設計が完成。スカ悪徳セールスマンなんぞ無視しろ。インターフォン鳴らされるだけで迷惑なんだよ。宗教勧誘の方も大勢でドアの前に立つのはお控えください。カメラで見た時にギョッとします。てな感じでデザインが完成したのでこちらも工事用の足場を準備。大きな風車の修正中にふと気づく、下の垂直シャフトいらんかったなと。そして直すの面倒で見て見ぬふりをした。さあ皆の者を、工事に取り掛かるのだー。各フロアごとにジップラインの駅もある。これを使えるようにすれば農場も使えるようになるぜ。荒ぶった、心を癒す、飛ぶビーバー。ビーバーのお尻セラピーが霊夢の心を癒した。ビーバー目線で最前線の工事現場を訪問。高高度でのトントン作業、これはかなりの度胸が必要だな。こりゃ怖い。手押さないで押さないで。くさー。支柱となる家が完成するたびに使用禁止を設定。ジョメルの禁止。人工カウンターで自動化してもいいけどそれすら面倒。安定のアナログ親方。夜中にひっそり解体員の起点を撤去。今までお疲れ様でした。これでマップのすべての遺跡が消滅しました。こっそり鉱山を稼働させていたので、当分はこれでなんとかなるかな？一応スクラップ在庫も500ほどあるぜ。
いい感じに工事は進み、家の支柱部分の工事が終わり最上階の拡張が完了。さあ水耕農場を建設して、水耕栽培を始めるぞー。おー。作付けはコウ骨とガマをごちゃ混ぜでよろ。成長速度が違い作付けや収穫で移動距離が伸びる、農家さんに優しくない農法。まだ使ってなかった四角いバナーなるものを設置。ここぞとばかりにサタデーナイトビーバーを有用する手抜き。すべてのフロア建設とジップライン駅が完成したので、今までお世話になった高層足場を撤去。あ、そうだ、屋上に蜂の巣設置すんの忘れてた。農場がもろ蜂の巣の範囲、こりゃ農家さん絶対蜂に刺されるやつだ。このままだと駅はあるけどラインが繋がってないので、下を整地してジップラインのハブを構築するぞー。この数を全部繋ぐのは結構大変そうだ。接続次第建設できるように農場モッド。こちらもごちゃ混ぜ農法で作付け、全タングルアートの技法で心赴くまま植えていきます。全タングル、全と絡まるの造語、ちょっと前に流行ってた瞑想幾何学アート。倉庫いっぱいの作物はそのままで、足りないものだけ収穫するという副次効果も期待してるよ。さいですか。でジップラインハブの建設予定地の土台に大きな倉庫を建設。保管量も増えて一石二鳥。はい、初期に建てた小屋邪魔だから立ち退きね。立体農場の家に引っ越して。少し空き部屋増えるからちょっとだけならチョメるのを許可しよう。でビャーっと突出部で土台を作りまして、こんな感じに対面式で並べて、各フロアの駅と接続をします。ジップラインのケーブルがごちゃごちゃすぎて、もはや説明がしづらいレベルだ。もちろん駅前も倉庫建設、収穫物をすぐに保管できる新設設計。これは便利そうだ。屋根が完成してたけど撤去して記念碑に変更。駅が集中してるからたくさんのビーバーがバフの影響範囲に入れるぜ。さあ皆の者を、作業に取り掛かるのだー。立体農場創業開始まであともう一息だ。駅が完成して上まで登ってくるビーバー。相変わらずの急勾配。蜂の巣も設置して準備完了。食料生産大幅増量でビーバーたちが大量繁殖してもへっちゃらだぜ。そんなところで寒気が到来。日数6日、まあ空気だ。そして朝の通勤ラッシュ、ジップラインがしっかり使われてて満足だよ。よかったな。で今日は農場の建設を依頼し、心を無にして畑アート。適当に植えて必要なもんだけ勝手に収穫してくれのスタイル。小麦やじゃがいもなんかの加工前提の食品を多めに作っとけば、なんかあった時の安心感はあるかな？まあパンやグリルも丸太が枯渇すると止まるし、頼りすぎるとそれはそれでリスクあるんだよな。じゃあ不人気食品ベリーで。今あるやつすら倉庫でカピカピになってそう。蜂の巣はちゃんと下のフロアにも効果出てそうだね。これは強いやつ。まだ収穫までは間があるが、新居半分開放だー。チョメルの解禁、ビーバーよ、梅よ増やせよ地に道よ。爆薬倉庫がいっぱいになりそうだったので今更ながらカウンターで自動化。アナログ親方やっと重い腰を上げるの巻き。解毒剤なんかも倉庫いっぱい作ったらすぐ暇になっちゃうので自動化しましょ。なお資源カウンターは道の接続が必要。これは足場の上に立ててしまってアクセスできないので使えません。これだからデジタルってやつあー。おい。お前、暇そうやなー。ビーバー落ち着いてなじってやるなよ。大規模建設終わったばかりなんだから休ませてやれ。取りまて持ちぶさたなビーバーのお仕事に、土砂用の地下倉庫の増築を依頼。本音は動画の尺が伸びちゃったからそろそろ終わりたいが干ばつあと5日あるし、どうしようと悩むレイムであった。ばらさないでよ。遠心分離機も満タンだったので自動化を導入。細かい修正入りまーす。動力をたくさん使う自動水汲みポンプの影響で、需要の増えすぎを心配してたけど割と平気だった模様。多少動力需要が増えたところで重力バッテリーがあるから夜間の地熱と風力で余裕。食料の安定供給は約束された。さあ新築分譲住宅を全開放だー。ジョメルの全解禁、今夜のビーバーはフィーバーしてはっちゃけそうだ。あ、道つなぐのミスってる。おい。ひとマスつなぎ忘れておったか。今回も安心の仕事が甘いビーバーの腕あった。今まで使ってた家とジップラインハブ駅を階段でつなぎ利便性を向上。見た目の左右対称がちょい崩れた。そして夜になり行われたサタデーナイトビーバー。この一夜で30匹の子ビーバーが誕生した。こら子供は寝る時間だ、帰れ。恐ろしい勢いで増えるビーバー。通勤ラッシュで少しカクつくようになってきたね。増やしすぎるのも考えもんだ。倉庫の上を有効活用したいけどジップラインのラインが邪魔で建設不可。なのでジップラインの桁を使って倉庫の間を通すように改修工事。
これなら倉庫上にも建設ができるぜ。で幸福度需要の高かった屋上テラスを配置。下の空きスペースにもキャンプファイヤーが設置され、ビーバーたちの生活はさらに充実したものになっていった。立体農場はこんな感じになりそうろう。すべてのフロアの作付けも終わって、農家さんものんびり座って収穫待ち。しかしこの場所蜂の巣の有効範囲、農家さんほぼ全員が蜂に刺されております。楽そうに見えて蜂の襲撃をひたすら座って耐える厳しいお仕事であったか。顔がパンパンに腫れてブサ顔になっております。定時ダッシュで蜂から逃げた。完成したキャンプファイヤーでくつろぐビーバー。完成した後ろの倉庫がスカスカなのが寂しいな。立体農園の収穫が待ち遠しい。突出部の隙間ってなんか気になるんだよなとか思ってたら、四角いバナーがジャストフィット。画像はカスタムできるから、木造の壁とかも自分で作れば建築デザインの幅がかなり広がりそうだ。デスクチャ作ってガチ建設、面白そうだけど超時間かかりそう。だな。さて建築ビーバーが暇してる、ここら一帯を爆破して緑地化をするぞー。と思ったけどやっぱやめたー。うちのレイムさんは今日も情緒不安定。動画投稿者は安易なやり方で緑地化してはいけないと法律で定められております。法律ならば仕方ない。動画の尺が伸びるから次回にしようと考えてたけど、以前から検討してた水道橋の建設を始めるぞー。水道橋を建設しその下をすべて緑地化する計画。寒気明けまであと3日、ビーバーたちを遊ばせておくことはできん。こうしてわずか3日が待てなくて、新たな巨大プロジェクトが始まった。ビーバーの数は着実に増えてるけど、生産力はまだ貧弱。今回は低コストで水道橋を作るよ。緑地範囲を10マスと定め測量開始。柱の間隔はもう少し開けられるけど計算のしやすい突出部を採用。計算しやすいから設計がサクサク進むぜ。続いて突出部 ×5 を使い水路部分も設計。水路になる部分にはもちろん防水フロア。そして土砂ブロック高さ上限20のここまで水を運ぶための自動組み上げポンプ。どうしたもんか。さあ面倒な設計地獄の始まりだぜ。ああでもないこうでもない、あばー。急にどうした？ついにあたおかになったか？キーボードがキー入力を受け付けない？なんで？電池切れたんじゃね？交換したのに治らない。こんな謎バグも発生し設計は難航し1時間半にも及ぶことになった。録画停止もできなくて超焦った。そして超苦労して設計したのがこの3連7層組み上げポンプだー。なんか安易な見た目。途中まで見た目も頑張った。でも諦めた。おい。動きゃいいんだよ動きゃ。逆切れ親方、しかしまだ仕事は途中だ。そう建設するための足場の設計もあるんだよ。もう説明すらなしのダイジェスト。プロビーバーは見ただけでわかるから大丈夫。こんな感じになりそうろー。つか先の水道橋がないぞ。もう MP 切れてるんで次回で勘弁してつかーさい。へたれ。待たせたな我が友よ、仕事の時間だー。待ってましたとばかりに資材を抱えて走るビーバー。駅の建設優先でよろしく。シーズン6のデスマウンテン編のバンジーダム建設で、苦労したことを考慮して今回はこんな感じで工事しました。階段の建設を最後にしてビーバーがはまらないよう考慮。それだっていうのにお前、暇そうやなー。多少効率良くしたといえ、さすがにこの数の作業員は同時に作業できねえよ。おっといかん、毛がビーバーが30匹近くも。倉庫建設でベッド撤去の影響でどうやら足りなくなってたようだ。これで安心して毛ができるぞ。鉱山フル稼働だー。鬼かよ。水道橋建設で大量に鉄使うからこれは必須なの。頑張れビーバー。そして建設開始3日が経過、換気が終わるけど結局足場すら完成せなんだ。こりゃまだまだ先の長い戦いになりそうだ。では立体農園を完成させ新たに長距離水道橋プロジェクトが始まったところで換気が終了する様子を見つつ今回はここまで。2連続巨大建設設計お疲れと思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。色々やらかしつつも立体農園を完成させたレイム。だが今回の設計した水道橋にも甘い部分があるぞ。って私が話してる裏で歌うんじゃねえ。てへ。まあこんなんだが続きが気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。